はい、サソリ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回ね、12月末までの大まかな流れの動画で解説したので、その流れの中の10月末っていうところに焦点を当てて見てみたいと思います。2週間ですね。それからカペラノートのご予約いただいた皆さん本当にありがとうございました。紙媒体は10月14日までのお申し込みの方にご購入いただけるようになっています。でこちらの特典はね、このいつもやってるタロットの置き方のスプレッドシートの説明や占星術の解説、キーワード集になります。そしてまたいつもこうやってタロットを引く前にちょろっと占星術の解説をしてるんですが、このエネルギー解説、星のエネルギー解説はこのノートにたっぷりと毎月載せています。今回は新月のエネルギーもワークとして載せていますので、紙媒体で欲しい方はぜひお早めにお申し込みをお願いします。そして PDF で待ってますよという方は11月末ぐらいにまた内容を説明させていただきますね。 PDF は PDF の特典を今考えているところです。はい、では行きましょう。10月末ですね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドページ、ペンタクルス9、ペンタクルスの7、フール逆、ソードの6、ソード4逆、ワンド6逆ですね。気をつけること対策がワンドの3とペンタクルス10とオラクルはタワーの逆です。いい切り替えになりそうですね。10月ね23日以降お誕生日迎える方おめでとうございます。まだ誕生日11月ですよっていう方も全然ね気にせずに、要するに今この瞬間っていうのはちょっとこう見えない波動の中に自分を身を置いてきれいにしましょうみたいな、クレンジングしましょうみたいな感じで、余計な考えは捨てましょうだし、いらないものも捨てましょうだし、なんかそういうのが一番適してるわけですね。新しい自分になる前にこう余計なものを捨てておきましょうみたいな、エネルギーのクレンジングをしましょうみたいな時なわけです。でそれすごくできてる感じがしたんです。これとこれでできてるみたいな感じがしました。そしてそれが意識的にねそれをされてる方、デトックスだって言ってこう意識的にされてる方もいいですし、意識してなくても実は宇宙の流れ的には何かを終えるようになっていたり、何かを切り替えるようになっているかもしれません。でご自身の中では意識的にはせっかくだからこの秋からこんなことしてみたいみたいな、何かこう一つね自分にとっていいことを決めてそれをやっていこうっていう動きがあるかもしれません。このワンドのページっていうのはすごく慎重にでも確実に何か自分にプラスになることをやっていきたいんだっていうことで、自分の情熱っていうものをしっかりと見てるわけです。なのでこの11月というかね、この秋から10月末からでもやっていきたいみたいなものがもうすでに見えてらっしゃる方はそれでいいと思います。10月はですね17日が満月になりまして、この満月をもって何か一つ完結するみたいな感じもあるんですね。なのでその後、18日からすごくまた金運もね良くなっていったりとか、自分の感覚っていうのをもっと認めていこうみたいな流れがあります。そうですね。ただ今要するに何をリセットしたのかとか何をやめたのかっていうものをご自身がしっかりと把握しておくことがいいかなって気がしました。何かちょっとくすぶっていたものとか、ちょっとだけ後ろ髪引かれていたこととか、そういったことっていうのはもういいんだ、ゼロにしようみたいな。でその時のちょっとポイントなんですけれども、何か状況的に変わらされることがあるか、もしくは自分の頭の中で情報的なものとしてそうだったのかみたいな考え方が変わるとか、新たな真実を知って何かが変わるみたいなのもある。両方あるので、そのどちらで来てもいいですと、どちらが起こるかは分かりません。どちらで来てもそれはプラスのことですよっていう風な感じがしました。でもし状況として何かが終わりますとか変わりますみたいなのがあったとしたら、って思うかもしれないじゃないですか。私たちの普通の感覚からしたらね、なしになったのみたいな。だけどそれって決して悪いことではなく、その突然変わることや終わることによって自分はどんな恩恵が入ってきているのかなっていうふうに見てもらうと、すごくいいまたねいいスタートに切れるよっていうふうに
言われています。そしてもしマインド的に何かを終えなければとかやめようみたいに決めた方っていうのは、それでも人の気持ちっていうのは感情にすごく揺さぶられて、ああやっぱりなーってこっちに深めてみたら、やっぱりなーってこっちに思ってみたいっていろいろあると思うんですけど、感情に、任せずに状況的にどうなのかっていうのを、もし思考の中でマインドの中で変化を感じてる人っていうのは、状況も合わせて考えてみてねっていう感じで言われてる気がしました。そしてすごく今やはり10月23日以降っていうのはね、明るくなっていくわけですよね、さそり座の皆さんね。でご自身もそれを感じてらっしゃると思います。誰かから応援されていたりとか、何かちゃんとねいい方向に進んでいくよっていうカードが出ていたり、カードでも次のステージへ行きたいんですよねみたいなそのためにチャンスありますよねっていうような感じがあります。ただそのチャンスを受けに行くという行動は自分でしなきゃいけないよみたいな感じかな、これは。なんか例えばですけど、例えばの話ですが、なんか結婚したいなとか思ってたら、もちろんそのチャンスある、誰か紹介してもらえそうみたいなチャンスもあるけど、そこの例えばお宮の場に行くとか、誰かを紹介してほしいっていうことを表現するとかっていうアクションは自分で起こしていかなきゃいけないよねみたいな感じがあります。そしてもし、現状ね特に何か悪いわけじゃないけど、何か変えていきたいって思ってらっしゃる方は、もしかしたら何か気持ちの上でねパキッと、やっぱりやめようみたいな、やっぱこうしようみたいなことが急にふっと湧いてくるということもありますので、10月17日前後にどのような感覚をご自身が感じるかっていうのを深くね感じてみてください。日常生活の中で特に体のことに関してそれがきっかけとなって何かを感じるかもしれません。そしてやってみようかなみたいな気持ちになったり、後押しされてるな、応援されてるなっていう気持ちになったりすると思います。ただゆっくり休むようにはしてくださいね、あまり無理せずにね。なので進んでいくんですけれども、ご自身は何かそれに対して抵抗してる感じがあるんですよね。例えばさっきのお見合いの話とかにすると、やっぱり結婚したいな、してみるのもいいのかな、別にこのままでももちろんいいけどもって思ってどうかなって言って、もうその気があるなら全然お相手用意しますよみたいな感じで宇宙が言ってる感じがして、だけどその場に行くのはあなた自身が行かなければいけませんよっていうような感じがあり、じゃあお見合いしますみたいな感じでお見合い行きますよね。そしたらなんか相手にも気に入られてるし、なんか紹介してくれる人にもどんどん紹介してくれるしみたいな感じで、なんか後ろから押されてるんだけど、押されてる分自分はちょっと待ってってなんか引いてるみたいな、自分がガンガン行ってその自分の意思に宇宙が乗ってくるとかではなくて、なんか投げかけて何か行動はしてみたけど、その後はちょっと引いてるって感じがあるので、本当に自分が望むことをよく考えてみる必要がありますね。これはね、ちょっと泊まりたいんだ、もうちょっと考えさせてくださいみたいな感じがあります。そして、自分からそれを遠慮するみたいな感じがありますね。だからやっぱりあれですね、今ちょうどこういう何かを変えていきましょう、エネルギーのクレンジングをしましょうっていう時って、何か欲しいって思うんだけど、入ってくるものっていうものがやっぱりいらないですみたいに言いたくなるみたいな感じで、まずはもうきれいになくしましょうみたいな感じがします。いろんな思い、もやもやした思いだったりとか、昔の感情だったりとか、なんかそういうのを自分で、手放していくっていうのがいいんだなっていうふうに思いました。そうすることによって自然とね未来を見ていきたくなる、無理せずにっていう、無理せずに見ていきたくなるっていうのがあります。なので何かがね、やっぱタワーの逆位置っていうものが、オラクルに出る時っていうのは大きな気づきがある時なんです。でそれが、自分の中から生まれることもあれば、他者からの、もしくは環境的に何か教えてもらうということもあったりするので、もし環境的な変化がある人は本当にラッキーで、その中で何を気づけばよかったんだっけ、何を求めてたんだっけっていうことをよくよく思い出してみてください。ちょっとその上でね、お仕事のことを見させてください。仕事ね、ペンタクルスのページカップ5、
ワンド5ということで、お仕事はそつなくこなせますっていう感じがします。そつなくこなせます。全然悪くないですよ。悪くないんですけど、気持ち的にそんなにもう頑張るぞとか燃えてますみたいな感じではないので、普通に頑張れるし普通にやれる。ただなんだかなみたいな、ちょっと昔のような感覚ではこの仕事できないなみたいなことを思ったり、でも実際目の前にやることはあるしタスクがあるから、やりますって言ってやってる感じで、なのでそつなくこなせるっていう感じですかね。すごい大きな転機が来てますよとか、すごいビッグチャンスですよとかいうわけではないです。そつなくこなせるっていう感じ。感情的にものすごく足を引っ張られるわけでもない。ちょっとバタバタする時もあるかなとは思いますけどね。でも問題ではないって感じです。ちょっと人間関係を見させてください。ワンドのキング、ペンタクルス10また出ましたね。ペンタクルス5ということで、人との関係においては自分なりのそのプライドとか、自分なりに人間関係において大事に思っていること、これまで気をつけてきたことっていうものをしっかりとご自身でも自負されているのかなというふうに思います。だからいいと思います。それで自分のいいとこはここだとか、人に対してこういうことはしないって決めてきたし、やってるし、それで離れていく場合は離れていってもいいしみたいなね、なんかそんな感じ。別に離れていくって出てないんですけど、なんかこう人に対しては自分がどうあるべきかをちゃんと分かってるっていう感じがしたんです。でそしてここでやっぱりペンタクスの10が2枚も出てるっていうのが、すごくやっぱりこう家族のことに関して何か動きが出てくるっていうのもあるかもしれませんね。ちょうどね11月の20日以降からまた家のことでの変化っていうのは出てくるので、早い方っていうのはその前からそういうのを感じたりするから、何か家族間で話をすることが多くなったりとか、家族が集う機会があったりするのかなって感じもしますが、今ここで言われているのはそれも自分の強みですよって感じで言われてる気がしたんですね。要するになんか家族とか親戚とかと集うのは嫌だとかそういうことではなく、今そういう機会があるならぜひ集ってくださいと。でそこで感じることっていうのも自分の強みになりますと。たとえそれが何かあまり嬉しくないことで集まるっていうことであったとしても、その中でもどのような状況であったとしても集まる中で自分が感じることっていうのは自分の強みですよっていう感じで言われてる気がしたんですね。だからこそ他者にあまり求めてないって感じがします。今はこの10月末は自分の強みをよく分かっている。他者に対して自分がどうあるべきかというのも分かっている。だからこれ以上私から奪わないでくださいみたいな感じがあります。これ以上私からエネルギーを奪わないでくださいみたいなね。なんか与えられて感情のシェアしてとか、誰かとすごくいい関係でバランス取れてるとかではなく、なんか自分は何かをしてあげるという立場にある人が多いのかなって感じがしますね。それはパートナーに対しても親に対してとか家族に対しても。それで全然十分こなせてるし、そこに自分も自負もあるしいいんだけど、ちょっとだけそっとしといてもらえますかみたいなちょっとこれ以上あまり構わないでくださいみたいな感じもちょっとしました。そういう時があってもいいですよね。はい。最後にもう一枚見させてください。とてもやっぱりフールの逆にタワーの逆っていうのは本当にいい切り替えなので、もしもですけど今それが自分にとっていいタイミングだと思えなかったとしても、後から絶対良かったってなりますから、ぜひ感じてみてくださいね。このカード出ましたけど、何か感じることがあれば皆さんもご自身の直感でメッセージを受け取ってみてください。やっぱりこうご自身のなんかこう英知をノックするみたいな感じなんですか。なのでやっぱり何かがあり、そこに触れることによって本当の自分の強さっていうものが出てくるよっていう感じがするので、なんか意味深な感じですね。このカードが出てきたのはね、何かに触れるんですね。さあそれでは皆さん、もしこれかなみたいな、分かりましたよっていうのがあればぜひコメントで教えていただければ嬉しいです。ということでここまでにしておきます。皆さんのコメント本当にありがたくいつも拝見していますので、もしよかったよとか分かりましたという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えてください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。